失礼ですが、あなたは今おいくつですか？この番組に登場する人たちは、全員日本に住む28歳。私も今年28歳になります。このシリーズ番組の第1回が放送されたのは1992年。その時彼らは7歳でした。大きくなったら芸能人。家族がいなきゃ僕は何もできない。まだ。小学校に入学し、家庭から社会への小さな一歩を踏み出した7歳。21年前、日本各地に住む13人の子供たちを取材しました。その後、14歳、21歳と7年ごとに彼らのもとを訪れ、家族や生活、そして将来の夢について繰り返し尋ねました。将来何になりたい？プロ野球の選手。プロ野球ですね。プロ野球選手を目指してますけど。ピアニスト。出版社の方に勤めれるようにっていうのは頑張ってますよ。大きくなったら、お米作る？作る。湘南はプレッシャーですね。そして今年28歳。様々な地域や環境の中で生きる13人の成長と日本の変化を見つめます。私たちが生まれた頃に建てられた大型の団地です。1992年当時、1万2000世帯が暮らしていました。この団地で生まれ育った直樹さん。サラリーマン家庭の一人っ子です。3歳の頃、両親にテレビゲームを買ってもらい、7歳の時は毎日2時間ゲームに夢中になっていました。兄弟は？いない方がいい。このぐらいの部屋ね、一人で楽に使ってるけどね、また狭くなっちゃう。14歳の時、直樹さんは団地の近くにある学習塾で週3回、夜10時まで勉強していました。大学って楽、遊べるって聞いたんですよ。やっぱり大学楽しいって聞いたんで、やっぱ大学行ってやりたいこと見つけて行きたいです。21歳の時には都内にある私立大学法学部の3年生でした。一浪して入学し、将来は検察官を目指していました。少年犯罪の増加を止めることが治安の状況の悪化を止めることになるっていうふうに。人のためになって、それでお金もいっぱいもらえて、それでそういう仕事って最高じゃないですか。だから検察官になりたいです。検察官になりたかったんですけど、受験勉強を失敗してしまって。直樹さんは法科大学院の受験に失敗。検察官の道を諦め、全国チェーンのコーヒー店で働き始めました。現在は都内にある加盟店の店長を務めています。大きさはですね、200円頂戴します。結局検察官っていう仕事が周りから見てどうなのかなって言った時に、こう周りから認められる仕事だったからなりたかったっていう、それぐらいのものしかなかったのかなっていうふうには今では思います。まあかっこしいじゃないですけど、やっぱりいい顔してたのかなっていうふうには思います。このコーヒー店は全国に1000店舗以上チェーン展開しています。直樹さんの店は地道に販売実績を上げ、
本社のキャンペーン商品の売り上げが全国で1位になったこともあります。1000店舗ある中で全国一番になったりするとやっぱり達成感はあります。それこそ20人のアルバイトと自分だけでやっているお店なので、いい結果も悪い結果も全部自分の責任であり、やっぱり人とうまくやって人に協力してもらって人に助けられてやっていかなきゃいけない仕事なので。テレビゲームどこが一番面白い？自分で好きなように動かせる。こういうの自分で好きなように動かせる。他の遊びは？他の遊び。他の遊びはそうはいかないの？うん。人を自分で動かすなんて全然できない。やっぱり人はすごく悩まされる仕事でもあるので、一番大きかったのは、ある学生アルバイトがいて、その子が3年ぐらいやってくれたんですけど、最終的にその子と言い合いになってこう仲違いするような形でその子が店を辞めていったっていうことがあって、なんでこんなことできないんだ、なんで3年もやってるのにっていう僕の気持ちを押し付けて、相手の考えていることを全然汲み取らなかった。それこそゲームのようにはいかないので。将来は何になりたい？釣りの名人。その道のプロみたいな、そういう一つのことを極めるっていうか、なんかやっぱりこの仕事をしている以上自分の店を持ちたい、独立して、もっといろんなことをやってみたいっていうのは常にあるので、これから5年後10年後は今のままじゃいけないっていうふうには常に思ってます。1990年代のバブル経済崩壊以降、若者が企業に就職することは難しくなっています。それでも毎年20万人以上の若者が東京へとやってきます。今年28歳になった由美さん。上京して4年が経ちました。由美さんのふるさと愛知県豊田市、日本の自動車産業を代表する町です。90年代初めには年間400万台以上の車が生産されていました。由美さんのお父さんも自動車工場の社員。7歳の当時、お父さんは3ヶ月間の海外出張中でした。お父さんと晩ご飯一緒に食べるのはどのぐらいあった？1週間のうち。時々1週間に1回もない時もある。1回はあったかった。由美ちゃんはどっちが大切だと思う？お仕事の方が大切だと思う。どうして？お仕事しないとね、暮らしていけないから。14歳の時、由美さんは地元の公立中学校に通っていました。毎日2時間かかる宿題と高校受験のための勉強、成績はいつも上位でした。結構負けるのは嫌いだから、できれば上の方で頑張っていきたいなとか、人がやってることは最低限クリアしていこうかなっていうのは思ってるんで、やってます。由美ちゃんは何のために勉強してるの？とりあえずは、出版社の方に勤めれるようにっていうのは頑張ってますよ。その後、女子大学に進学。21歳の時は就職活動中でした。幼い頃から本を読むのが好きだった由美さんは、出版関係の企業20社に応募しました。難しいですね。なんか
行きたいところほど気持ちが空回りみたいな、なかなか思うような結果が出ないのでしんどい希望した出版社は全て不採用。大学で栄養学を学んでいた由美さんは結局地元企業の社員食堂で管理栄養士として働くことになりました。もうちょっと焼けてる方が好きみんな。もうちょっと焼いちゃおうか。内定が出た時はやっぱりすごい嬉しかったんですけど、でも心のどっかで一番やりたいことはやっぱり違ったから、もう一回出版社を目指したいって思いました。由美さんは平日は地元で働き、週末は東京で転職活動。そんな生活を1年続けました。そして24歳の時、幼い頃からの夢だった大手出版社への就職を勝ち取ったのです。チャレンジをしてよかったなっていうふうにはやっぱり思ってます。いっぱい親も反対したしなんか本当は多分転職しない方が親孝行はできたと思うけど、でもやっぱり、自分の夢を捨てきれなかったと思う。現在は女性向け実用書のマーケティングを担当しています。これの時のなんかお父さんのご飯がうんぬんみたいなあれを編集スタッフの企画内容を見てページ数や初版の部数、値段も考えます。値段もね、どのくらいかな。持ってくるよ。ページ128ですよね。好きなことにはやっぱり長く携わりたいから、単純に1日8時間の労働が本に携われたらやっぱりそれは楽しい時間。嫌なこともあるけど自らの手で夢を実現させた由美さん。しかし今、新たな不安も感じています。止まってるとなんかこうよくわかんないけど不安に襲われる感じは今もあるかな。何のために東京出てきたのっていう自問自答が始まるみたいな。上がったらもっと頑張って上がろうと思うし、下がったら頑張ってまた元にね戻ってもっと上がるようにしようっていう気になる。出版社に確かに転職はしたけど、なんかまだ地盤が固まってない感じもあるし、で友達が結婚した、なんか子供ができた、家買ったみたいに進んでいく中で私一人で全然暮らしてるし、我はこの道を行く、私はこの道でいいんだみたいなのは相変わらずないから、いつもこの道でいいのかなって不安になって、後ろ振り返って左右見てみたいなことはしてるのかも。米離れ、そして減反。日本人の主食、米をめぐる状況は大きく変わりました。国内の生産量はこの21年間で2割減少しています。米どころ、宮城県色麻町を訪ねました。健太くんがね、一番大切なのは何だと思う？食料かな。どうして？食料ないとさ、仕事してもさ、何も食べられないでさ、そのまま死んじゃうもん。健太さんの家は代々農業を営む専業農家です。21年前は 3.4 ヘクタールの田んぼで高級銘柄のお米を作っていました。一家は9人、4世代が同居する大家族でした。食べたんでしょう。な。長男である健太さんは
この家の跡継ぎです。健太くんは大きくなったら、お米作る？作る。いっぱいご飯食べてね、大きくなったらね、いっぱい働きたいから。別に継ぎたいわけじゃないのに、そんなこと言われても困るし。長男はプレッシャーですね。あんまり現状でそんなにやりたいと思ってはいないんで、まあそれで外に出て勤めてるっていうのも、まあ、あるし。高校卒業後、健太さんは実家の農業は継がずに地元の企業に就職しました。現在は住宅のドアや建具などを作る工場で働いています。派遣社員として3年働いた後、契約社員を経て今年から正社員になりました。派遣の時よりは給料的な面では安定してます。前は時給だったので、今月給になったんで。やりがいを感じる時は？やりがいって難しいですね。健太くんが大きくなった頃って、ここの田んぼどうなってると思う？お父さんとお母さんとね、お嫁さんと俺住む。そうか。いいね。4人でね。子供の頃、田植えは一家総出の大きな行事でした。しかし、次第に地域の若者は少なくなり、家族だけで行うことは難しくなってきました。現在、この地域の田植えは7軒の農家でお金を出し合い、共同で行っています。若い働き手が少ないため、健太さんは頼まれると休日を返上して手伝います。健太さんの家の米による収入は7歳の時の半分にまで落ち込みました。親たちを見てて、なんていうんですかね、この人たち結構頑張ってんのに、なんか生活はひどそうだなみたいな、そういう部分だけが結構大きくなっちゃってるっていうか、自分の中で。で、なんとなくやりたくないなみたいのがそのまま来ちゃってるんですよね。いつまでもこんなこと言ってる場合ではないんですけどね。前回の取材から7年。その間、ここ東北地方は東日本大震災に襲われ、地震と津波、原発事故による大きな被害を受けました。震災後、家を失った人々のために5万3000戸以上の仮設住宅が建てられました。健太さんが住む宮城県内陸部は壊滅的な被害は免れ、家も工場も無事でした。そして工場には仮設住宅用の建材の注文が殺到。半年にわたり昼夜を問わずフル稼働したのです。
仮設住宅の需要は相当大きかったんですか？いや、まあどう捉えるかっていうか、この上に成り立ったといえば、まあそうなってしまうかもしれないんですけど、まあでも必要なことっちゃ必要なことなんで、まあそれは割り切ってやっていくしかないんじゃないかなって思うし、震源地からおよそ380キロ離れた東京も震度5強の揺れに襲われました。交通網は麻痺し、街は多くの帰宅困難者であふれました。自分の周りの人たちは怪我もせず無事だったっていうことが分かった時に、すごく安心をして、でその後も頻繁に実家に帰るようになって、やっぱりすごく家族が大切だなっていうのは、自分の周りの人たちがすごく大切なんだなっていうのはすごく感じたなって思います。確かに私も帰宅難民になったりとかしたけど、やっぱりあの当時の感情がもうすでに薄れてしまっているのは感じるかな。今もね、被災地の方は全然震災前とは違う暮らしをしている人も多いだろうから、なんか難しい問題だよね。なんかうかつに何かを震災について語るのは非常に、私は家をなくすこともなく、家族をなくすこともなく、ちょっとした苦労はね、震災後しばらくはあったとはいえ、今変わらぬ生活ができている、そんな身で、なんか何かを言うっていうのは、ちょっと言えない。佐賀県伊万里市。江戸時代からの伝統を守る焼き物の町です。7歳の頃の浩平さん。浩平さんの家は15代続く窯元です。21年前、お父さんの工房では10人の従業員を雇って毎月2000点の食器を作っていました。幼い頃から工房は浩平さんの遊び場でした。浩平さんに将来の夢を聞きました。焼き物を作ったりする。お父さんの後継ぎたいから。どうしてそう思うの？僕は後継ぎだと思うから。今はもう作りたくないですね。14歳の時、再び訪ねると、お父さんの会社は不況の煽りを受けて倒産していました。お父さんは一人でお地蔵さんの置物を作って生計を立てていました。その頃、焼き物への興味が薄れていた浩平さん。工業高校に進学しますが、周囲に馴染めず、不登校を経験しました。理由がよくわかんないまま、どんどんなんか、学校に行けなくなって、なんか、で、それで結局辞めることになって、今考えてもなんであなたがよくわかんないっていうか、
それでお家に戻って来られたんだ。はい。それからはもうずっと焼き物を作ってますね。今考えるとなんか他のことはあまりできなかったのかなと、この道以外は自分で選ぶことはできなかったんじゃないかなって思うことがありますね。浩平さんは今も実家の工房で焼き物を作っています。主な作品は動物や日本の昔話をモチーフにした人形です。お父さんから学んだ基本的な作り方に自分らしさを少しずつ加えています。どんな焼き物作る？お皿とか変わった壺とか。大きさどのぐらい？このくらい。大きいの。どんな表情になればいいなと思って作ってるの？一番は可愛らしいっていう感じだと思います。子供の笑顔っていうんですかね。父が言うには子供の頃の自分や兄弟の顔に似せてたと確か聞いたことあるんですけど、そんな感じですね。赤ん坊や小さい子供の顔のようにできれば一番いいのかなと。やっぱり父がいなければ今こうしてはいないと思います。とりあえず目標だと思いますが、父のように作っていきたいというか、いろんなものを作れるようになりたいというか、その技術ですね、そこまで追いついてみたいなって。そうすればもっといろんなものできるんじゃないかなって、そう思います。これまで浩平さんの作品はお父さんの展示会の時に売るのがほとんどでした。しかし今年5月、インターネットを使って自ら売り始めました。とりあえず自分の手で売ってみようと、そういう販売の方法を取ってみようと思ってやろうと思いました。何か引っかかるものでもあればなっていう思いがあって、何年も何年も同じことを考えているので、何かきっかけが欲しいっていうか、とりあえず販売しているホームページのことは自分でやってみようと、全部自分でしてみようと思ってます。伝統芸能の世界に身を置く人もいます。歌舞伎俳優、尾上松也。松也さんは5歳の時に初舞台を踏み、当時数少ない子役の一人として活躍していました。舞台に出るのも好きだから、お芝居だけ遊園地とかより一番大好きなの。ママたちよりも大好きなの。バタ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 。いや、いや、右の案よく聞かなきゃ。
歌舞伎は親から子へと受け継がれる世襲の世界です。7歳の頃、松也さんはお父さんに稽古をつけてもらっていました。パパがやったね、お芝居全部やってみた。その父は松也さんが20歳の時、がんのために亡くなりました。歌舞伎の名脇役だった父、尾上松助さん。松也さんは大きな後ろ盾をなくしました。やっぱり親父がいる時といない時では全然環境も違いますし、やっぱり今思うとそれがどれだけありがたかったか、その一言一言がどれだけ貴重な一言だったかっていうのを思うとね、それがやっぱりちょっと悔しいですよね。もうちょっとその芝居にこととか聞きたかったなっていうふうには思いますね。お父さんが面倒を見ていた3人の弟子たちは若い松也さんに引き継がれました。実は父松助さんは代々続く歌舞伎俳優の家系ではありません。一代で名脇役としての地位を築き上げ、息子松也さんに将来を託したのです。21歳の時、松也さんは脇役として舞台に立っていました。父っていうのはもともと血筋があって入ったわけではなくて、血筋がないとこから幹部の俳優さんまでのし上がってって、僕はそのおかげで今ある程度優遇された立場にはあるんですけど、で父はでもやっぱりなかなか主役とかっていうのは真の役っていうのはなかなかやらせてもらえなくて、ずっと。でも僕はやっぱりすごい父は歌舞伎が大好きだったので、やっぱり好きだったら誰でも絶対真がやりたいって思うのは当たり前だと思うんですね。なので僕は父よりもチャンスがあるので必ず実現させたいなとすごい強く思ってますね。それは周りが何と言おうと僕は絶対に実現させてやろうと思ってますね。今年5月、28歳の松也さんを訪ねました。おはようございます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 。お願いいたします。お願いいたします。この舞台で松也さんは今年2度目の主役を演じます。狂言をもとにした人気演目、立ち盗人。ひょうきんで憎めないスリの役は、絶妙な的表情、そしてコミカルな踊りが見どころです。このスリの役、父松助さんは46歳で初めて演じています。父は僕の年代の頃なんかもうずっとただ耐えることの方が多かった。30過ぎ40近くになってどんどん役が多分つくようになってきたと思うんですよね。父からしたらふざけるなっていうとこだと思いますよ。まだまだ未熟なくせにっていう。こっちへお越せ。己こそ何故人の履いている太刀に手をかくるぞ。こっちへお越せ。父に対しても感謝もあるし、ありがたいなっていうのはかみしめながらやらせてもらってましたけどね。希望はもう叶った。目標は達成した。自分の中ではまだまだ主役もね、それが当たり前になんなきゃ意味がないと思って、年に一度とか
そういうことではなくて、どんどんその機会っていうのをもっともっと増やせるように、当たり前なようにしていかなくちゃいけない、していかないと意味がないと思うので。松谷さんは5年前、自らが座長となり、歌舞伎の自主公演を立ち上げました。演目や配役を決め、会場も自分たちで手配する。歌舞伎の家の出身でない若手や弟子たちと一緒に、新たな活動の場を切り開いています。常に僕は微妙な立場にあると思うんですけど、気を抜いたらあっという間に、落ちる一方だと思うんですね、立場的には。今もう必死にもがいてるので、特に僕は周りの後輩たちや若手の人たちよりも気張ってないと置いてかれちゃうっていうつもりでやってますね。まあ僕はでもその白手もないし父もないっていうのは一時期は非常にコンプレックスに感じてましたけど、今はそれが逆に武器にもなり得るというふうに思ってもやってますけどね。在日アメリカ軍専用施設の7割以上が集中する沖縄。基地の返還や縮小問題、そして新型輸送機オスプレイの配備などで大きく揺れています。基地に対する今の考えを聞かせてもらえる？自分は多分7年前と変わらず、そのまま現状維持か悪化かなと。私もそうですね、大きく変わらないですね、7年前と今と。沖縄県嘉手納町、東アジア最大のアメリカ空軍基地が町の面積の8割を占めています。エリさんとマキさん、嘉手納町の同じ小学校に通う友達同士です。2人のお父さんはアメリカ軍の基地で警備や車両整備の仕事をしています。一番怖いものは何？幽霊。幽霊と幽霊だけ。幽霊だけ？幽霊は幽霊と戦争。マキも幽霊と戦争とっても怖い。どうして？戦争とっても怖いもん。国と国の戦争だから。家もなくなっちゃうし、食べ物はなくなっちゃうし、人は病気はなるし、病気になっても薬はないし、それに死ぬ人は多くなるし、それに終わった頃にはエリたちはいないかもしれない。なんかかえってこう7歳の時のちっちゃい時の方が、例えばほら基地はダメだとか、あとは戦争は大反対だとか、平和な沖縄がいいから全部なくした方がいいとか、なんかそれが成長するにつれていろんなことをなんか見えてきてしまって、絡まってるはずだから、そこが見えてきてしまって、なんか普段こう、基地がない方がいいとか、もう撤去がいいとかね、オスプレイがとか言ってても、いざやっぱりそのカーニバルの日とかフリーマーケットの日になる時やっぱり人いっぱいいるんですよね沖縄のこの地元の人が。だからそこがちょっと少しこの沖縄にとってすごく複雑なところなのかなと思いますけど。沖縄県宜野湾市にある普天間基地、アメリカ軍海兵隊ヘリコプター部隊の拠点です。せーの、いただきますちょっと不機嫌エリさんは今、家族3人でこの町に住んでいます。
上手、偉い。頑張れ。美味しいか。去年、小学校教師の男性と結婚。その後、長男が誕生し、お母さんになりました。こちらの声かけとか、話しかけた時に笑い返してくれる時とか、表情がすごく豊かになっているのを見るとすごく、可愛く思える。こんなに相手のペースに飲まれても相手のことがこんなに愛おしく可愛く思えるっていうのはやっぱり初めての存在だと思います。お母さんについてはどういうふうに思う？お母さんは赤ちゃん、妹が甘えん坊して大変だし忙しそうだなと思う。やっぱり一番心の中の悩みとか、学校で嬉しかったこととか、今日学校で先生に褒められたよとかそういう自分の一番心の中を話せるやっぱり存在。口開けば喧嘩っていう感じ。それから少しずつ距離が開いたかな。エリさんは21歳の時、アパートで一人暮らしをしながら、県内の私立大学に通っていました。3人兄弟の長女に生まれたエリさん。高校卒業後、お母さんと毎日意見がぶつかるようになり、実家を出ました。自分でもう短歌切ってお家を出てきたというか、もう迷惑かけませんって言って出てきたわけだから、自分のことは自分でできる生活をできるように続けていけるように、その努力をしなくちゃいけないと思うし、そうすることで認めてほしいかなって、そうですね。今はすごく頼りにしている存在です。やっぱり自分が母親になって思うことは、やっぱり初めての子供って何もかもが初めてで、やることなすことがやっぱり新しく、親としてもどんな風にするか試行錯誤だったのかなっていう風に思えるようになったかな。お母さんはどういう存在？太陽みたいな感じ。眩しくてとっても暑い時もあれば、沈む時みたいに綺麗で優しい時もある。子供が生まれた時の感情とかそういうの覚えてる？もう何かなんだかわからない状態っていうか、もうとにかく生まれたっていうのと可愛いっていうのしかもう覚えてないんですよ。マキさんは高校卒業後すぐに同級生の男性と結婚。19歳で母親になりました。21歳の時は娘のサーヤちゃんと実家暮らし。夫はサーヤちゃんが生まれた直後に東京へ働きに出て行きました。そして7年前の取材の直後、マキさんは離婚を決断します。ちょっとギャンブルする人だったので、そこの方にもちょっとお金が傾いてしまって、あまり生活のためにっていう感じで働いてる人じゃなかったので。マキさんは6年前から実家を離れ、現在はアパートでサーヤちゃんと暮らしています。サーヤちゃんは今年小学4年生、9歳になりました。怖い、捕まえて。刃先をつけ。そう。母親一人とか片親っていうのを、本人が後ろ指というかそういうマイナスなイメージがつかないように
ちゃんとしっかり育ってほしいなと思って、それは心がけてます。一人の人間としてちゃんと最低限自分ができるべきことは自分でちゃんとやれるようになりなさいっていう話はするので、あんまり甘やかしてるっていう意思が全然自分の中で持ってないので、厳しくやってる方じゃないかなと思ってますね。14歳の時、マキさんは毎日和太鼓の練習に打ち込んでいました。今は同じ教室で娘のサーヤちゃんが太鼓を叩いています。1年前、サーヤちゃんが自らの希望で習い始めました。マキちゃんはサーヤちゃんを見ていじらしいなとかって思うことってある？本人には絶対言わないんですけど、自分結構寝顔写真に撮ったりとか本人が寝てる時にこうほっぺとかにチュッチュチュッチュしたりとか照れくさいっていうか、普段どう甘やかしていいかわからない分、寝てる時にいつもありがとうねと思いながら。マキさんは今、経理事務の仕事をしています。アルバイトや派遣社員として働いた後、今年、この会社の正社員になりました。現在、離婚した男性とは連絡を取っておらず、養育費ももらっていません。さやちゃんを見ていて、例えばこういう時に父親がいればいいなって思うことはある？なんかお父さんいないって、自分がわからない気持ちなので、本人どう思ってるんだろうってちょっと思うことは最近あります。聞いたことはある？いえ、もう自分から基本的に聞かないです。自分が寂しくないよっていうのを本人がアピールするので、あんまり深く聞くとこれでもし寂しいとかって言われてしまったら、その寂しさは自分では絶対埋められないと思ってるので、それが一番怖いかもしれないです。なんかこっち広くなって集中落ちる。タヤが手動かすからこう思ってたろう。沖縄から2500キロ、日本本土の東の端、北海道納沙布岬です。この沖合に第二次大戦後からソビエト、そしてロシアに占領されてきた北方領土があります。納沙布岬のある根室市。領土問題に進展はなく、基幹産業の漁業も衰退。21年前には3万7千人だった人口も、現在は2万8千人にまで減っています。今は民宿のお仕事をやってます。早苗さんはここ根室で生まれ育ちました。現在は両親が経営する民宿で働いています。主なお客さんは北海道各地から来る工事関係者。多い時には30人以上が宿泊します。この民宿は今年1月にお母さんの知り合いから譲り受けました。宿の名は北方四島から取った島の家。名前もそのまま引き継ぎました。そして部屋の名前も
北方領土の島々です。部屋の名前は読める？読めるのもあるし、ちょっと自信ないやつもあります。これなんて読むのかなって。自分も知らない島もあったから、ちょっと勉強になったなと。戦争でさ、ロシアのさ、町取られたの。じいちゃんの町さ、取られた。船でさ、じいちゃんたちさ、逃げてきたの。ロシアってどんなところだろうね。嫌い。どうして？じいちゃんのさ、国取ったから。早苗さんのおじいさんは北方領土の色丹島で生まれ育ちました。7歳の頃、早苗さんはおじいさんに連れられ、よく北方領土が見えるノサップ岬を訪れていました。早く島を返してほしいと思う。中学時代、早苗さんのクラスの3分の1は祖父母が北方領土の出身。早苗さんたちの世代にとっても身近な問題でした。これはもう崩しがたい事実なんです。事実、間違いない事実なんです。北方領土も全然見えませんよね。早苗さんのおじいさんも今年で88歳になりました。色丹島。この辺にじいちゃんがいたんですけどね。おじいさんはこれまでお墓参りなどでふるさと色丹島を3回訪問しています。しかし高齢のためここ10年島を訪れることはなくなりました。早苗さんはまだ一度もおじいさんのふるさとを見たことがありません。高校卒業後、早苗さんは市内の病院で清掃の仕事をしていました。人見知りで無口な性格のため、人と接する機会の少ないこの仕事を選んだのです。お食事用意できました。はい。家族で民宿を始めて8ヶ月が経ちました。夕食の時間、お母さんは料理、そして配膳は早苗さんの担当です。今の仕事やり始めてからお客さんと喋ったり、そういう人と触れ合うことが多くなりました。今までそういう知らない人っていうか初めて会う人と話す機会ってあった？なかなかなかったですね。病院とかだったら挨拶するくらいだったので、なかなか長時間喋ったりとかしてなかったから、そういうのがちょっと楽しいですね。初めての経験。初めての経験。日本の各地では過疎化と高齢化の問題が年々深刻になっています。ここは大小700もの島が連なる瀬戸内海です。愛媛県相島、周囲 3.5 キロの小さな島です。21年前、初めてここを訪れたとき、島の人口は60人。そのほとんどは高齢者でした。1日1往復、島と四国本島を結ぶ定期船が唯一の交通手段です。
を動かしているのは高江さんの一家。船長はおばあさんでした。島に住む子供は高江さんと妹2人の3人だけ。高江さんに将来の夢を聞きました。おばあちゃんと同じ。船長。高江ちゃんが船長さんになったら何代目の船長さんになるの？4代目。もうなりたいとも思わないし、船にも乗りたくないですね。もう継ぎたいって言ってた自分がどういう考えでそんなことを言ってたのかちょっと信じられないみたいな今思えば。高江さんは小学校から高校まで四国本島の学校に船で通っていました。いつも船の時間に縛られ、部活も友達と遊ぶこともできない毎日でした。私はできれば出たい、この島から。もう絶対島になんてもう一生住みたくないって思います。すごいコリゴリですね。高校卒業後、高江さんは島を出て四国本島で一人暮らしを始めました。出たい出たいと思いすぎてた分、こんなもんみたいな。出るときにおばちゃんがなんか荷物を持ってくれて、でいつもなんかすごいベラベラ喋りながら歩いてたんですけど、その時に限ってなんか何も言わないんですよね。でなんか私もなんかどう話したらいいのかわからなくて、でなんかパッと見たら泣いてるんですよね。でそれ見たらなんかこっちもなんかうるうるしちゃって、相島を出た高江さんは松山市の福祉専門学校に進学。介護福祉士の資格を取り、特別養護老人ホームに就職しました。寝たきりのお年寄りの世話などを任され、週に一度は夜間勤務。21歳は仕事中心の日々でした。私の中でやっぱりお母さんになりたいっていう気持ちはすごい強いんですよね。早くお母さんになって、自分の子供を見てみたいっていうか。7年の間で一番大きな出来事は何があった？やっぱり結婚出産ですかね。高江さんは6年前に結婚。28歳の今、同じ介護の仕事をする夫と2人の子供と一緒に愛媛県新居浜市で暮らしています。島を出て9年が経ちました。楽しかった？ようやくこう高江ちゃんに平凡な暮らしが、そうですね、すごい今平凡になったと思います。それがすごい一番望みだったので、もうすぐ行きたいと思ったらお店があるし、それだけで普通に幸せですね。高江さんは今、子育てをしながら介護の仕事を続けています。職場はデイケアを中心とした施設。育児と両立させるため、パートタイムで働ける場所を選びました。これからも介護の仕事を続けていくという高江さん。お年寄りの役に立ちたいと思う、その原点は、ふるさと相島にあります。はい、チーズ。
もしおじいさんがねなんか病気やったりしたらね、おばあさんも病気やったりしたらね、若い人がおらんかったらなんかご飯も作ってあげれんし、自分でなんか何もできんし、じーっとうずくまっとってで死ぬ人もおるから、だからそういうね、そういう人がおるけんね、やっぱりね若い人ね多くなってほしいと思う。高江ちゃん自身は相島がこれからどうなってほしいと思う？そんな申し訳ないけど、そんなあんまり期待っていうか、あんまりそういうどうなってほしいっていう気持ちはあんまりなくって、まあでも逆に誰もいなくなってしまったら、自分の、ふるさとがなくなってしまうので、それは寂しいなとは思うんですけど、自分は帰るつもりはないので、なんとも言えないんですけど、帰るつもりないんだ。年取っても帰るつもりはないですね。現在、相島の人口は28人。高江さんが7歳の時の半分以下です。都市部で育つ子どもたちには地方に比べ数多くの選択肢があります。東京の公立小学校に通う貴子さん。貴子さんは3歳の頃からお稽古事を始めました。月曜日にピアノで、火曜日にプールで、水曜日に習字と塾と剣道で、金曜日に剣道と塾で、それで日曜日に剣道があって、あとは何もない。今は日本航空で客室乗務員として働いてます。28歳になった貴子さんと会ったのはフライト前の成田空港でした。今年で入社7年目、国際線のファーストクラスも任されています。ワクワクしますね。飛行機が好きなので、飛行機に乗り込むと楽しい。やっぱりお客様に話しかけたいな、話しかけやすいなって思っていただけて、でこの人がいれば安心だなとか、この人に頼めば無理なことを言ってもいろいろ考えてくれるかなとか思ってもらえたら目指すところでしょうかね。一番欲しいもの、一番欲しいものって言ったらね、もう一人自分が欲しい。どうして？宿題やらないでね、遊びに行っちゃった時にね、そのもう一人のやつがね、宿題やってくれてるからね、してたらね、遊んでても宿題をやってるから。貴子さんは教育熱心なサラリーマンの家庭に育ちました。7歳の時は週に2回、電車で片道30分かけて塾に通っていました。その後貴子さんは中学受験をし、中高一貫の女子校に進学。しかし大学受験はうまくいかず、一浪して短大、4年生大学への編入学と数々の試験を繰り返しました。そして21歳の時、貴子さんが挑んでいたのは企業の採用試験。第一志望だった航空会社の内定を勝ち取ります。今まで希望に沿わないことが多かったり、
第一志望じゃないことの方が多かったので、またこれはもしかしてダメだったらっていう考えも持ってたんですけど、一番を手に入れられたっていうのは人生で多分初めて本当に成功したなって家族もずっとなんかそういうのは口にはしないけど、そわそわしたり不安だったりとかする空気を私も感じてたので、これが一番の一つ目の親孝行だと思って、もう本当聞いた時に、お父さんとお母さんに電話した時に本当に嬉しかった。ところが入社3年目の冬、その航空会社が経営破綻します。会社を更生させるために税金が投入され、世間の厳しい目が向けられました。私の行動とか言動が JAL の株を落とすかもしれないですし、会社を潰すかもしれないっていう責任と、でもそれだけ影響力がある。経営破綻してからもういつでも自分がもう考えすぎてピリピリするぐらいすごく考えるようになりました。やっぱり街歩いてていつもそれを考えなきゃいけないっていうのは辛い部分もあるんですけど、でも働いている以上それだけ注目を集めているのだということを1秒でも忘れたら多分つつかれるのかなとか、電車に乗ってる時も正直寝たいですけど1秒も休めないくはなりました。貴子さんは今、客室乗務員の仲間たちと仕事の合間を縫ってチアダンスに打ち込んでいます。28歳の彼らにとって今足りないものは何なのでしょうか。一番欲しいものを聞きました。時間ですかね。チアしたり遊びに行ったり飲みに行ったりいろいろ、はい。まあすっごく欲張りになったらやっぱりお金が欲しいかなとは思うんですけど、一番欲しいもの、ない。前に向かっていけるような心の強さっていうのが欲しいですね、今は。さあ、決断力じゃないですか。私まだ早いんだけど、全然早いんだけど、孫が見たい。飛び越えてしまった。21年前に出会った13人の子供たち。7歳の頃はその多くの子が生まれ育った環境に溶け込んで暮らしていました。しかし中には日本という国になかなか馴染めない子もいます。都内の公立小学校に通う優子さん。国家公務員であるお父さんの仕事の都合で3年間ロンドンで暮らしていました。先生がイギリスではいっぱいいて、イギリスでは机とか椅子とかがなくて、何歩順番も全然決まってなくて、みんな同じことをしなくて、宿題がなくて、みんなランドセルとか持ってこなくて、何にももう今日はこういうことをするとか決まっていない。それで体育の時はみんな着替える服が同じでない。28歳になった優子さんです。
現在、外国資本の入った自動車メーカーに勤めています。英語を活かし、外国人と一緒に働きたいと、その会社を選びました。日本人ばかりだと均質的になってしまって、で指示とかも明確には出してくれないことも多いんですよ。なんか分かってる前提で曖昧な指示を出すとか。でも外国人だと分かってないことが前提だから、指示もすごくクリアだし、納期もすごくクリアだから楽ですね。今回、会社での取材をお願いしましたが、優子さん本人の希望で撮影することができませんでした。過去の発言がいろいろあるので、こんな人が働いてると思われるとちょっとかわいそうかなと。先生は別にパス。先生はパス？いらない。先生はどんな先生？いろんな先生がいます。個性的な先生たちで。どんな個性を持ってるの？恐ろしい個性もあれば楽しい個性もあるです。恐ろしい個性って？いや、運動会で自分の組が優勝しないと反省文を500枚書かせるような個性。楽しい個性っていうのは？なんかですね、押し付けないようにやりましょうねと言いつつ押し付けていく。21歳の時、優子さんは東京大学文学部英文学科の4年生でした。都立高校から現役で合格しました。東大に入ってよかったなって思ったことって何？なんか語学に関して高校まで幻滅していたんですけど、もっとハイレベルな語学のレベルが当然ですけどあったのが印象的でしたね。高校までのハローアイムボップみたいな人とは全然違ってびっくりしました。私は学歴とかどこで働いているかということはなるべく人には言いたくないです。なぜ？それで無駄にカテゴライズされて勝手に分析されるのが嫌だから。今までそういう経験をしてきた？例えば学生の頃に自転車を撤去されて取りに行って学生証を出すと「いいところに通っているね」という嫌味を言われるくらいですよね。私がどういう人であるかはそんな出身とか属性で判断しないでほしい。大阪市生野区、この町で大きな夢を追いかける少年に出会いました。見つけんぞ三勝さん、14歳の時は地域の少年野球チームのキャプテンでした。将来何になりたい？プロ野球の選手。プロ野球ですね。プロ野球選手を目指してますけど、僕の夢でもあって両親の夢でもあるんで、木田君に代わりまして。小学校の頃からずっと同じ夢を持ち続け、21歳の時は大学野球の強豪チームでピッチャーとして活躍していました。野球は今は？そうですね、諦めましたね。
ずっと応援してくれてたんでね、親とかも兄弟とかもずっと応援してくれ、周りの人も応援してくれてたんで、やりたいっていう気持ちはありましたけど、自分の中で。けどそればっかりどうしようもないんでね。だからお父さんに言う時はちょっとね、僕も心痛かったですけど、でも通じないもんは仕方ないと思うんで、やっぱりね、そうですね。これまで光勝さんはプロ野球選手になることだけを目標に生活していました。その野球を諦めた大学4年の秋、突然大学を中退します。中退した理由はもうほんまにアホみたいな考えで、周りの友達が仕事するってなったんで、じゃあ俺も仕事しようかなっていうその流れです。それでこう親に何も言わんと勝手に中退しました。今振り返って自分の行動はどういうふうに思う？いやほんまアホやと思います。本当にちゃんと卒業すればよかったと。そうですね、卒業してた方がその野球教えれる先生にも慣れてましたし、今思えば後悔しますけどね。松勝君はね、2つ名前があるって。韓国が金で、日本が金原じゃん。それだけ。どっちの名前が好き？金。光勝さんは大阪市生野区で生まれ育ちました。この地域には朝鮮半島出身の人々が数多く暮らしています。お父さんは在日韓国人2世、お母さんは10歳の時韓国からやってきました。美味しいの？現在光勝さんはお父さんが経営する印刷工場で働いています。大学中退後、いくつもの仕事を経験しますが、どれも長くは続きませんでした。そして4年前、両親の勧めもあってここに就職。12人の従業員と家族で化粧品を入れる容器の印刷を行っています。一個印刷して何年何十銭の世界なんで、それを一日何千個も何万個も吸ってようやくこのお金になるのかって考えたらすごい大変やなと思います。もっと荒らしなかったんで、ずっともうこの仕事するまで、今も仕事できてんのかって言ったらできてるか分かんないですけど、やるだけのことはやってると思いますし、ね、ちゃんとしてる姿を見せるのがあれかなと思うんで、家族に対しての、お父さんとお母さんとみつおみ兄ちゃんととし兄ちゃんとみつお兄ちゃんと僕、それだけ。何人家族？6人。現在、工場の責任者は一番上のお兄さんです。光勝さんは毎朝7時に出勤し、印刷に関する技術をお兄さんから学んでいます。会社でかくしてほしいっていう気持ちはあると思うんですけどね、お父さんは。兄弟でね、やっていかなあかんのちゃいますかね。
もう一人2つの祖国を持つ子供がいます。21年前、東京の下町には中国残留孤児の家族が大勢住んでいました。吉尾さんの母方のおばあさんも中国残留孤児。吉尾さんは中国で生まれ、6歳まで育ちました。最初に訪ねたのは一家が日本に永住帰国してから1年余りが経った時でした。都営アパートに親子3人で暮らしていました。吉尾くんは大きくなったら中国に帰ろうとか思わない？会很大也是陪他，很大也继续。なんて読むの？わかんない。字はあまりわかんない、中国の字。日本語ばっかり？家では中国語喋ってるんですけど、字とかは全然わかんないです。14歳の時、吉尾さん兄弟とお母さんは日本国籍を取得。当時、おばあさんのわずかなつてを頼りに20人ほどの親戚が日本に移り住みました。休みの日には親戚全員が集まり、食卓を囲みます。しかしその後、親戚の半分は生活に馴染めず帰国。両親と弟も吉尾さんの高校卒業を待って中国に戻りました。吉尾さんは一人日本に残り、都内のマンションで暮らしていました。仮にもし行ったとして向こうに行って何ができるかって言われたら何をすればいいか分かんないんですよ。言葉もそこまで字は全部読めるわけじゃないし、ニュースだって見たって理解できないし。28歳になった吉尾さん、今年5月結婚しました。パートナーは9年間交際した日本人の女性。新しい生活が始まりました。友達ん家に遊びに行ったりとかするときに結構日本の習慣って憧れてたんですよ。まあ憧れてたじゃなくても、ご飯が例えば出た時にね、味噌汁があってご飯があってでおかずがあって、あれ結構普通だけど結構まあ憧れてたんですね、そういうのが。だからなんかそれをやってくれてるので、なんか結婚したなと、家庭を持ったなと。自分は日本人か中国人かと言われたら、あんまりそんな自分何人とか、まあ、そんなに深く考えたりとかはしないですね。そんなに別にどっちでもいいじゃんみたいな、っていうのはすごい、ありますけど、正直なところ、聞かれたら、まあ日本の方にね、普通に会ってね 2,3 日ぐらいしか知らない人に聞かれても、日本人だよって言うけど、改めて自分の中で自分に聞いたら中国人だなっていうのは思います。まあ、いいな。朝は座ったままで、いいな、まあ、緊張してない。誰が緊張してる？儿子，能不紧张？我也可紧张。不是这么大的事儿，我能不紧张？他紧张，慢慢的，紧张是紧张，紧张，但是爸爸高兴。お父さんっていうのはどういう存在？厳しい。教育とかに厳しい。例えばもっとちゃんと勉強して俺みたいにもう後悔しないように、いい大学とかに入ってそういう。吉尾君はお父さんの期待に応えたいと思う？はい、そう思います。20
21歳の時には都内の私立大学2部に通っていた吉尾さん。昼間は生活費を稼ぐためにうどん屋でアルバイトをしていました。大学卒業後、吉尾さんはアルバイトをしていた全国チェーンのうどん屋に就職しました。2年目には店長になり、3年目には店長たちを指導するスーパーバイザーに昇格。現在は都内近郊8店舗の経営を監督しています。すだち醤油うどんで。すだちショートサイズは小で。小サイズ、あったかいのと冷たいの。冷たいの。はい。すだち醤油いただきました。ありがとうございます。吉尾さんは担当する店に行くと必ず試食をして商品や従業員の対応をチェック、改善点を探します。1年間何も変わんなかったらもうやめようと思ってるんです。要はもうセンスないんで、センスないっていうかそういう気持ちでやりたいんですよ。いろんな知識を増やしてちょっとステップアップしたいなと。だからまあ仕事が大変でも別に全然苦痛ではないですし。吉尾くんは大人になったら何になりたい？なんだろうな。一生なんか一回しかないし、なんか、でかいことやりたいなって。今のこの会社も、お給料もらって働いてますけど、もちろん社会人としての自覚はあるんですけど、僕の中では学校なんですね。で、自分の将来のために学ばさせていただいている学校なんですよ。やっぱりね、成功してる人を見るとかっこいいって思うじゃないですか。あいつすげえなって思ってほしいんですよね。そういうふうに思われたい。就職、結婚、出産、それぞれの人生を歩む28歳。最後に7年後の自分について聞きました。7年後は自分の店を持ってると思います。35でしょ。でも家族は持ってたいなって思う。結婚してればいいなと思ってます。猫を飼ってると思います。継ぐのか継がないかとか、そういうのが何かしら形になってればいいかなぐらいの。結婚もしてる予定なんですけど、35ぐらいの時にはその報告ができて、せがれですって言えるように、頑張る必要はないんですけど、できたらいいなとね、そういう報告がね。地域や環境は違っても同じ時代を生きる13人の28歳。次に彼らに会うのは7年後、35歳の時です。She gives me a sunny smile, no matter when she calls me.